皆さんごきげんよう、上川薫です。今回は東京都知事選挙が終わった後のその後の話についてしていこうと思います。まず最初に今回の東京都知事選挙においては小池氏が勝利したわけですが、だからといって自民党が勝利したというわけではありません。そして2位になった石丸氏についても組織票がない中でネット戦略の大成功は注目に値するのですが、だからといってそれで全てが良かったというわけではありません。選挙が終わった早々に今度はそのネットの力が逆風を生み出す石丸公文といったものが話題になっています。そして当初2位には入れるだろうと考えられていた蓮舫氏は3位に沈みました。そして3位に沈んだことが意外だったと考える人々たちの間で動揺が広がり、今立憲共産党に支持者離れといった問題が発生しています。今回は勝者敗者それぞれのその後についてのお話をしていきましょう。まずは一番悪影響をもたらしたであろう蓮舫氏のその後について、ちょっと衝撃的な世論調査結果が出ました。政党別の支持率が発表されたのですが、蓮舫氏にまつわる立民の支持率が大きく動いています。国会が閉会した後の政治的な動きとしては、東京都知事選挙が一番大きな政治的な話題となっていました。その影響を大きく受けたであろう世論調査結果、自民党 28.4 プラス 2.9、立民 5.2 マイナス 4.3、共産 2.6 マイナス 0.4、野党第一党である立民の支持率が半分とまでは言いませんが、大幅に減少しています。立憲共産党の幹部の人たちにしてみれば、東京都知事選挙において組織票を生かして上位に食い込めるし、また自民党系の存在である小池氏を批判すれば、政権批判票もまた自分たちに取り込めるだろうという目算があったはずです。しかし、現実にはそうではありませんでした。東京都知事選挙についての解説動画以前に出したのですが、その時にも明らかになったのは、蓮舫氏はそもそも立民党、共産党、それぞれの支持者たちからの票を固めきれてはいませんでした。その上で、無党派層の人たちにしてみれば、蓮舫氏は立憲共産党の候補だなといったところから完全に離れてしまいましたから、票は全く伸びなかったわけです。そして、この立憲共産党というこの協力体制、そもそもそれぞれの党の支持者の人たちにしてみても、幹部の人たちの考えに自分たちは全く同調できないといった否定的な考えを持つ人たちも多いのです。というのが、今回の世論調査の結果だと言えるでしょう。特に蓮舫氏は共産党幹部との関係をより強くアピールしてしまいました。街頭演説においては共産党の幹部が次々と現れ、そして選挙が終わった後においても共産党の幹部と抱き合って敗戦を慰め合っていました。これは立民の支持者の人たちにしてみれば、自分たちは共産党と仲間だと思われるといったことを決してよくは思わなかったでしょう。一方において共産党の支持者はわずかしか離れていませんでした。彼らにしてみれば、野党第一党である立民を利用してやろうという気持ちの方が強く、決して強い拒否感を持っていたわけではなかったようです。このような形で選挙には負け、さらに自分たちの党の支持者たちも離れてしまった状況を生み出してしまったのは現在の立民の幹部たちでしょう。そのために立民の幹部たちに対する党内での批判も強まっています。まさに踏んだり蹴ったりの状況だと言えるでしょう。しかし、そもそも立民の政治姿勢に対して私は否定的な考えを持っていますから、このような自滅的な行動を続けるよりは、むしろ今回のような出来事を通して共産党とははっきりと手を切り、一方で政策的にも批判するだけの政党から政策提案型、問題解決型の政党へと脱皮してほしいものです。少なくとも私自身は様々な国内の政治状況といったものを見ると、今の日本の野党に必要なのは、ただ単に批判するだけだったり、もしくは一つの政策だけをご利用しするような話題作りをする政党ではなく、総合的な話として集合値を活用した改善改良を連続的に行うような問題解決型の政党が必要だと私は思っています。さて次に都知事選挙に勝った小池氏についての話をしましょう。小池氏は自民党公明党の応援を受けて組織票を多く稼いでいたわけですが、それだけで勝ったわけではありません。石丸氏に匹敵する程度の無党派層の取り込みもしていましたから、それだけ現役としての評価もある程度あったでしょう。また、蓮舫さんが勝たないように
小池さんに入れなくてはと思った人たちも多くいたことでしょう。だからといって国民の支持として自民党が信頼されているわけではありません。そのことについては東京都知事選挙と同時に行われた都議会の補選で結果が現れています。自民党はこの補選において2勝6敗と大きく負け越しました。明らかに東京都民は自民党に対して厳しい審判を下しているわけです。そして現在小池氏と蓮舫氏この2人についての話なのですが、インターネット上で弁護士資格を持っている人たちの発言として、彼らには事前運動の問題であったり選挙中の法律違反といったものを指摘する声が何件か上がっています。実際にこれがどのような展開を迎えるかは全く分かりませんが、少なくとも無責任な発言として法律違反だと言っていたわけではないことを信じれば、この後どのような話になるかはちょっと見ておくべきでしょう。そして最後にインターネットを活用することによって大きく票を伸ばしてきた石丸氏なわけですが、今度はそのインターネットが逆風を生み出すことにもなっています。選挙が終わった後において石丸氏は各テレビ局とのインタビューに臨みました。その中で社会学者の古市氏との会話が噛み合わないといったことでインターネット上で話題になり、石丸公文といった新たな話題を生み出しました。これまでインターネット上においては石丸氏をいかにして再生数が回るような切り抜き動画を作るかといったところで様々な人たちが群がっていたわけですが、今回は逆の話としてこの石丸公文を取り上げていました。彼らにとっては話の内容がいいか悪いか、支持するか不支持かといったわけではなく、とにかく再生数が伸びるかどうかが命なので、今回は石丸公文といった話題の部分を取り上げてきたわけです。この石丸公文といった言葉を生み出した古市氏とのやり取りに関しては私も動画を後で見たのですが、おそらく石丸氏自身は選挙疲れといったものがあったのか、かなり言葉のやり取りにおいてはミスをしたと思っています。もちろん本人自身はそのような疲れのせいにはしないでしょうし、また自分を取り上げてくれなかったマスコミに対する恨みといったものもあったかもしれません。ある程度古市氏が言いたかったことといったものを忖度しながら話せば、特に問題なく円満に話ができたと思うのに、ちょっと意地悪な感じで話をはぐらかしているかのように見ている人たちに思わせるような会話になっていました。というのもインターネットを大いに活用してきた石丸氏の場合だと多くの人たちと会談をこの選挙期間中に行ってきました。インターネット上の有名人であるホリエモンや中田敦彦、その他チャンネル的にはリハックやその他諸々の政治系のチャンネルなどで呼ばれれば対談などもしていました。それらの中で今回のような石丸公文にあたるような会話といった光景はちょっと見られないものでした。政治的な初歩的な話についても投げかけられることはあったわけですが、インターネット上の活動としては改めて説明することにも特に拒否感を示している様子はなく、丁寧に回答していたように思えます。それだけに石丸公文を生み出してしまった今回の対応は彼にとっては今後足かせになる可能性があります。ちなみにこの石丸公文についての評価なのですが、すでに石丸氏を応援している人たちにしてみれば問いかけの方がおかしかったんだといった具合にしてテレビ局の側を否定し、一方で石丸氏についてフラットで見ているか、もしくは批判的な立場で見ている人たちにしてみたらもう会話が全然成り立たないやばい人だといったような評価にくっきりと2色に分かれています。また今後の政治活動として広島県の選挙区において岸田首相と同じ選挙区で立って戦うかもしれないといった話をしたのは、現時点においては支持者の人たちにしてみれば今度は岸田首相と戦うのかといった具合で盛り上がっていた様子なのですが、これもまた今の選択肢ではない発言だったなと思います。というのも東京都知事選挙といった今まさに行われていた選挙のことに集中して戦っていたはずなのに、終わった途端にもうすでに東京から心が離れているといったことを見せるのは、じゃあ何のために東京都知事選挙に出たのかといった話へとつながりやすいからです。だからこそ今であればとても疲れたみたいな話をしてでもいいからちょっと休みたいでもよかったはずです。次へともう行くんだといった声は本人的には精力的な活動をしている気分でしょうが、残念ながら
これもまた私はマイナス点を生み出すような意欲表明だったと思います。インターネットの力をうまく活用してきた石丸氏ですが、しかし今度はそのインターネットの力によって逆風を大きく受ける可能性が高まりつつあるように私には見えました。というわけで今回の動画では東京都知事選挙、小池氏、石丸氏、蓮舫氏、この3人についてのその後についての話をしました。あなたはこれら3人の人たちのその後についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。